たった50年前、ここには水道も電気も通っていなかった。砂漠の縁にへばりつくような小さな漁村だった場所。オイルマネーというドーピングで砂漠の上に無理やり立ち上がった町ドバイ。こんにちは、アキです。世界一高いビルに海を埋め立てた巨大な人工島。まるで昭和の日本が夢見た未来を強引に具現化したようなこの街。でも僕が気になったのは光の強さよりその足元に広がる影の濃さです。急激な発展が生んだ都市の歪みはあるのか。きらびやかな摩天楼の裏側にある人間臭い路地裏へ、灼熱のドバイ。それではブラッと歩いてみよう。2025年の年末、僕は世界一の欲望が集まる街ドバイに来た。ドバイはサウジアラビアやカタールがある中東の国の一つ、アラブ首長国連邦の中心都市。高須クリニックの社長が CM でヘリコプターで飛んでいた場所がドバイだ。最初にどんな場所なのか基本情報をおさらい。人口約400万人で東京の3分の1ほど。面積は埼玉県ほど。世界最高クラスに安全な街と言われているが、そのゆえんは監視カメラによる監視社会。自由と引き換えに安全を手に入れ、観光・石油で富を築いた街。それがドバイだ。ここでの滞在はカザフスタンの首都アスタナでもお世話になったアイビスホテル系列のビジネスホテルに宿泊。年末も年末、観光の超ハイシーズンだったのでホテルがありえないほど高い。他にも候補はあったけど相部屋で3万円とかだったので仕方なくここを予約。ドバイ到着早々、円安の洗礼を受けたので、まずはキラキラした観光地ではなく古き良き時代を重ねてきたドバイの街を見に行く。移動は基本ウーバータクシーか電車。僕は街で暮らす人の空気感を味わいたいので電車とバスをメインで使ってます。そして着いたのはドバイゴールドソーク。金を売っている昔からある市場。観光地化されているが一本裏路地に入れば迷路みたいに入り組んでいて簡単に迷子になれる。ドバイゴールドソークの表通りは豪華絢爛、景気のいい雰囲気が漂っている。世界中から金を求めて人々がたくさん集まってますね。ギネス記録にも登録されている世界一大きな指輪、タイパの星。なんと58キロ重さがあって価格は約16億円。これはすごいね。だけどその通りから一本裏に入れば数百円で手に入る民芸品が売られている。ドバイはもしかしたら果てしない格差がある街なのかもしれない。ゴールドソークから少し離れると建設中の建物があったり、中野ブロードウェイのような屋内型の店舗が並ぶ場所があったりする。これもね、味わい深いね。また少し歩くと海沿いのエリアがある。ドバイクリークという川の対岸には昔ながらのドバイの古民家が立ち並ぶ。そして建設中の建物も立ち並んでいる。ここはまだまだ成長中の街ということがね、よくわかりますね。昔ながらの風景を見に来たのにまるっきり観光地化されていて目まぐるしく発展中のエリア。移りゆく街並みのスピードは多分日本とは比べ物にならないほど速いんだろうな。もしかしたら高度経済成長期はこのドバイのように日本も目覚ましく街の風景が変わっていたのかな。今の日本ではほとんど味わうことができない熱気を肌で感じられたのはかなりいい体験だったね。日が暮れてきたのでドバイ随一のショッピングモールに移動。はい、来ました。ここはドバイモール。総面積は東京ドーム23個分。端から端まで歩くのに30分ほどかかる。店舗数は1200店舗。年間来場者数は1億人超え。エッフェル塔やディズニーランドを抜いて単一施設としては世界で最も人が訪れる場所とのこと。海外の有名ブランドから
日本のブランドとして紀ノ国屋書店とかダイソーも出店していた。外に出るとドバイの一大名物ブルジュハリファがそびえ立っていた。一目見ようと観光客がすし詰め状態で、年末の熱気もあってお祭り騒ぎ。ミッションインポッシブルのテーマソングに合わせて噴水とライトアップが輝いていて、バブリーな雰囲気が充満していた。ドバイは世界一のものが世界で一番多い国でもあって、それだけ観光名物を作って集客をしている。石油にかまけることなく、しっかりと観光資源化して外貨を稼いでいる。話が少しそれるけども、オーストラリアの北東にあるナウルという国。ここはかつて鉱山で栄えて国が豊かになりすぎた結果、国民が怠惰になってしまった。その後、鉱山からの資源が枯渇した結果、国は貧しくなった。話は戻ってドバイ。かつて真珠産業で栄えたドバイが産業没落後、石油で儲けた。過去の没落の経験があるからこそ、石油に甘んじることなく観光産業に力を入れて富裕国となった。失敗した方が結果的に成功する。これって人生とも似てるなってしみじみ思いました。噴水ショーも終わり、お腹が空いてきたのでフードコートへ。まるで埼玉の越谷レイクタウンや奈良の柏原のイオンモールみたいに広い場所。いろいろお店があるけれど、中東感あるお店ヌーンケバブをチョイス。頼んだのはスルタニ。ペルシャ語でスルタンというのが王様を意味していて、まさに王様のケバブのような料理。写真に写っているお肉、よーく見ると2種類あるでしょ。これがスルタニの定義。上の平べったい肉はバルクと呼ばれていて、ヒレとかロースを叩いて薄く伸ばしたステーキ肉。脂が少なくて柔らかい高級部位。そして下の細長い肉はクビテと呼ばれる。羊と牛の合いびき肉で作ったジューシーなつくね。高級なステーキと庶民的なミンチ。この両方を一度に味わえる贅沢なコンボだから王様の皿と呼ばれている。そしてお肉だけじゃなくてご飯も美味しい。黄色い部分はただの色付けじゃない。世界一高価なスパイスサフランで炊いたご飯、サフランライス。香りがいいよね。そして赤い実はゼレシクという乾燥させたメギの実。甘酸っぱくて脂っこいお肉の串直しに最高ってことで、ごちそうさまでした。ドバイモールの見どころといえば巨大水槽。サメやエイが泳ぐ姿に見入りがちだけども、実はもっとすごいのはこの水槽。日本の香川県のアクリルメーカーが作ったパネルが使われているんですね。世界一のショッピングモールの水槽を支えているのは、実は日本の職人技だったんです。街を見回せばトヨタや日産など国産車が走っていて、現地の人も日本ブランドに熱い信頼を寄せているけども、実はこういう裏方として日本の技術がこのドバイを支えていて、それを前面に主張しないのが日本人らしい。謙虚さというか、日本の職人らしさというものを感じました。実は昨日アブダビにいる時から体調が悪いので、ドバイの地元のスーパーで中東版の着付け薬というか濃縮された健康生姜ドリンクとポカリスエットを購入してホテルに戻ってきた。この生姜ドリンク、想像以上の生姜の辛さ。辛口ジンジャーエールの約10倍ぐらいね、辛くて喉が焼ける。でもチャット GPT に聞くと、これが健康にいいらしく頑張って飲むことに。ようやく口に逃がしとはまさにね、このことだと思いました。そして甘いポカリセットでお腹を中和して、今日は早めに就寝。おやすみなさい。ドバイ2日目。今朝は前日買ったヨーグルトを朝食にサクッと食べてドバイフレームへ。今日は大晦日。さすがに大晦日のドバイフレームはそんなに混んでないでしょうと甘い見積もりをして向かう。到着。高さ150メートル、幅93メートル。人間が最も美しいと感じる黄金比で設計された完璧な額縁です。しかしこのビルには裏の顔があります。実は設計した建築家からデザインを勝手に盗用されたとして訴えられている、曰く付きの世界最大の盗品ビルでもあるんです。
完璧な比率の裏にあるドロドロとした大人の事情、そしてこの絶望的な行列。北を見れば古き良き港町、南を見ればバブルの摩天楼。その境界線に立つために貴重な時間をこの人混みで消費するのか。どうしよう。額縁は中に入るもんじゃない。外から眺めてその矛盾を楽しむのが大人の旅というものです。ってことで負け惜しみ半分で僕は早々に撤退を決めました。そしてお腹が空いてきたのでランチにカフェに向かう。着いたのは The Sum of Us というカフェ。私たちの合計なんて哲学的な名前なんですけども、店内はシンプルに洗練されてます。 Google 評価 4.4 で高かったのでここでランチを食べることに。異国の地で手作りバーガーとカフェラテを飲む。急成長を続けるドバイの喧騒のど真ん中で一人スローな時間を過ごす。こういった孤独な贅沢がたまりません。ただ一つ誤算があるとすれば物価が異常に高い。カフェラテが968円、ハンバーガーとポテトのセットで2864円で合計3832円。日本の牛丼屋なら7回はいける。サイゼリヤなら合流してもお釣りが来る金額です。でもここはドバイ。この3800円はハンバーガー代じゃない。喧騒から離れて自分を取り戻すための場所代であり平和維持費です。そう自分に言い聞かせないと喉を通らない値段なんですけれども、今は気にせずいただきます。ジューシーで美味しい。肉は薄めだけどぎゅっとね旨味が詰まっていて、ピクルスやトマトの野菜で後味はさっぱりとしてるんでバランスがいい。あとポテト用にケチャップとチーズ系のサワークリームかな、2種類のソースが来たのも地味に嬉しい。全体的にねバランスの取れているメニューでとても美味しかったです。ということでごちそうさまでした。ガソリン満タンになったので次は街歩きに向かいます。3800円のランチで満たされ財布が軽くなったので腹ごなしに散歩へ向かったのはドバイオールドシティ。さっきのキラキラしたダウンタウンとは真逆の茶色い土壁が続くエリアです。一見数百年前の遺跡のように見えるんだけど、実はここ昔のドバイを再現して最近作られたエリアなんですね。観光客向けに計画して作られていて、いわば映画のような街全体が巨大なセットになった場所なんですね。でも迷路のような路地に入り組めばそんな理屈はどうでもよくなる。ランプの明かり、スパイスの香り、作られたレトロだとしてもこのノスタルジーは本物です。ここなら入場料もかからないからね。路地を抜けるとドバイクリークに出ました。行き交うのはアブラと呼ばれる古い木造船。対岸には建設中のビル群。開発と伝統が川を挟んで睨み合ってる。この景色をぼーっと眺めている時間が結局ね一番贅沢だったりします。古き良きドバイを感じられたので、お次は豪華絢爛なイスラム文化と資本主義が合体した世界一綺麗なスタバへ向かったのはイブン・バットゥータモールというショッピングモール。名前の由来はあのマルコ・ポーロの3倍もの距離を旅したという14世紀の伝説の旅行家です。でも知名度といえばマルコ・ポーロの圧勝ですよね。まるでエジソンよりすごい発明をしたのに歴史の陰に埋もれてしまった天才ニコラ・テスラのようですね。実力はあるのに名前が売れていない、そんな不遇の英雄の名を冠したモール。この建物の一角にあるのがこのスターバックス。見てください、この天井。イランの世界遺産モスクのドームを再現しているそうです。本来は神に祈るための荘厳な天井の下で僕が飲んでいるのはイチゴのスムージー。聖なる建築美とアメリカンな資本主義の融合。そしてわざわざこの一杯のためだけに就寝地から1時間かけてやってきた僕。海外旅行や仕事の出張など移動はねたくさんしてきたけども、人生をかけて旅をしたイブン・バットゥータには到底かないません。でもその冒険の一端を味わえたならそれで幸せ。彼は旅に来たけど僕はまだ旅の途中。ただドバイにいるだけですからね。無駄こそが最大の贅沢って昔の偉い人が言ったとか言わないとか。でも異国の片隅でくつろぐこの瞬間のためだけに僕はね旅をしていると言っても過言ではないですね。日が暮れてきたので
新年を祝う打ち上げ花火を見るスポットに向けて移動。毎年ドバイのランドマークブルジュハリファから金に物を言わせた大量の花火が打ち上がり、新年を迎える。イスラム教って厳かさとか荘厳さみたいなイメージがあったけど、新年の祝い方はアメリカのニューヨークと変わんないんだね。日が暮れたのはいいけど、実際はまだ20時頃で余裕があったので、先に晩ご飯を食べることに。どこのお店もクラブみたいに音楽を大音量で流して、お一人様お断りのね雰囲気がすごかったんで、またまたフードコートへ。やっぱね、ここが落ち着く。年越しそばを食べたいところだけど、あいにくファストフード店しかないのでバーガーを食べることに。フードコートには意外と人がいるんだよね。ドバイの人口の 85% 以上は純粋なドバイ人じゃないんだけども、ここに来てる人はもしかしたら観光客や出稼ぎ労働者じゃなくて、本当のドバイの民なのかもしれないね。あとデリバリーの配達員がたくさんいたのは日本でも見る光景。やっぱフードコートってどの国に行ってもイオンと変わんないよね。まあこれが安心感の理由かもね。そして花火スポットに移動。事前にネットで穴場スポットを調べておいたんで、そこに行って1時間以上前から待機。迎えた新年。光り輝くブルジュハリファから打ち上がる花火。ハッピーニューイヤー2026年の開幕。170万人以上がここドバイで新年を迎えるために集まっているだとか。もう少し近くてみたらもっとダイナミックな感じがしてすごかったかもしれないね。まあでもこれくらいがちょうどいいかもしれないね。鑑賞に浸る間もなく混雑する前に人混みを抜けて歩く。これが一人旅だからこそできるメリット。今年は国内のいろんな街を歩こう。抱負を胸に深夜のドバイを歩き、ホテルに向かった。おやすみなさい。昨日は深夜2時頃にホテルに着き、3時過ぎに寝たので今日は遅起き。今日のメインはブルジュハリファに登ること。まずはブルジュハリファのお膝元ドバイモールへ。昨日の喧騒とは打って変わってやや落ち着きのある感じ。今日は空いてるかも。タリーズのようなカフェでカフェラテとマフィンを食べてちょっと一服。タリーズの創業者は新年と誕生日と4月の節目に目標を立てるそうで、新年には個人目標を決めるそうです。アキリブの個人目標は日本と世界のいろいろな街を歩いて良さを紹介することかな。今まで千葉市や四日市、武蔵境、甲府などいろいろなところを紹介してきたけど、まだまだ全然紹介しきれてないからね。昔ここ行ったなーって懐かしめたり、今こうなってるんだとかね、この場所あったんだみたいなね、発見があったり、そんな懐かしさとか街の良さを知れるきっかけになったらいいなって思ってます。さて目標の宣言はさておき、いよいよ上がります。ブルジュハリファ16時30分の入場チケットを手に勢いよと列に並ぶも、待てど暮らせど列の先頭が見えない。結局3時間並んで着いたのは19時半。まさかこんなに混むとは思わなかった。ブルジュハリファは高さ828メートル、人類史上最も高い建造物です。でもこの完璧な未来都市の象徴にはある都市伝説のような噂があります。実はここ下水道がつながっていないというね説があるんです。砂漠の真ん中に急ピッチで建てたせいでインフラ整備が追いついていなかったのか、毎日大量のバキュームカーが列をなしてこの超高層ビルの汚水を回収しに来るとか来ないとか、天空に住むセレブたちが出したものを地上のトラックがせっせと運ぶ。もしそれが本当ならこれほど現代社会の縮図を表している光景もありませんよね。3時間待たされた僕の疲れもそんな皮肉を考えたら少しだけ癒されました。肝心の景色は夜景。16時半の明るいうちから夕焼けを見たかったが、それはまたいつの日かの宿題になりました。景色を20分ほど堪能して地上へ戻る。まるでディズニーランドのアトラクションみたい。永遠に待つのにアトラクションは一瞬っていうね。それでもブルジュハリファに登ったっていう話をね、土産話にできるのは一生ものです。なんやかんやでまだ体調が悪く、スーパーで買ったご飯をホテルで食べる元旦。ある意味一生忘れられない元旦になったのは思い出深いね。おやすみなさい。ドバイ最終日。
今日はお昼に何か所か観光地にもあったけども、似たような絵が続いてしまうのでダイジェストで紹介。1つ目はドバイ三大スークのうちの1つ、スークマリナ・ジュメイラ。屋内型のスークで快適に買い物ができるみたい。2つ目はモール・オブ・ジ・エミレーツ。内装がドバイモール並みに豪華だったショッピングモール。そして完全自動運転のウーバータクシーに乗車。運転席に人がいるけども運転してません。行き先はジュメイラモスク。当日は休館日だったけども外観を見て回りました。最後にドバイのドン・キホーテことデイ・トゥ・デイに行き空港へ。この空港は物価高のドバイのさらに上を行く物価でやばかった。軽食で食べたアボカドサンドイッチ、なんと2316円。お水は800円。おかしい。さすが世界一のドバイだ。これ皮肉です。貧乏人は出ていけと言わんばかりにお尻を蹴り出されてドバイを出国。YouTuber として成功したらまた来よう。中国の北京でトランジットをし成田に帰国。まず最初に食べたのはおにぎり。たった160円でこんなにも美味しいおにぎりが食べれるなんて、本当に涙が出るほど感動した。やっぱ日本が大好きだ。ということでアキリブの2025年の活動はこれにて終了。2026年は日本の街をたくさん紹介していきますので、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。